毎度どうも、ゴンゴンです。今回は、我が、ゴンゴンチャンネルの、ゲーム配信機材の一部でもある、レースシムのシフター、シマジック DS8X の修理動画になります。以前から不調の前兆として、配信中に、USB 機器の接続が切断するアラーム音が鳴っては、一時的にシフターが動かなくなる症状はあったものの、すぐに復旧してたため、あまり気にはしてませんでしたが、つい先日の配信で、その不調が露骨に出てきました。その状況がこちら。そうそう。エスケープゾーンがあるとないとじゃ全然違いますからね。で、アウトラインだとね、そういう場面に出くわしたときにね、やってまった。そういう場面に出くわしたときにね、逃げ場がないんですよ。死んだ。3速で走るか。ほんと調子悪いな。初期の頃っていうか、ドリフト、やり始める初期の頃はね、ちょっとアウトラインを意識する感じで走って練習してました。こんな感じでね、よく切れるなこれ。ダメだななんなんだこれ。なんかすんげえフラストレーション溜まるなこれ。これでは良くないなと思い、修理の決断はしたものの、メーカーへのセンドバック修理を依頼すると、一度メーカーに修理品を送って、修理して帰ってくる間、少なくとも2週間から1ヶ月はかかるので、その間、シフターがないと配信ができなくなるため、散々悩んだ挙句、自分で修理をする決断をしました。一応、他のユーザーでも同じ症状が出ているのか、確認の意味で DS8X ケーブル切断と検索してみたところ、どうやら以前から他のユーザーにもその前兆と症状はあるみたいです。実際、棒や奥にもそのための対策部品が出ていますし、海外の Yahoo 知恵袋的サイトでもあるreddit.com にも、その内容を議論したフォーラムページがあります。参考程度に引用元のページを、Google 翻訳で、日本語に訳されたものを、セリフ付きのスクロールでお見せします。気になる方は動画を止めて、記事を見てもらってもいいですし、引用元に飛んでじっくり記事を見るもよし、スクロール部分をスキップしてもらっても構いません。数ヶ月前からこの状態が続いていて、最終的には接続が維持されます。ホイールベースの電源を入れるたびに発生し、ある程度安定した状態になるまでに、切断と再接続を繰り返す回数が増えています。これは、ホイールベースのキャンバスに接続した場合、ビデオに示されているように、と、PC に直接接続した場合の両方で発生するため、シフター自体に問題がある可能性が高いことを意味します。PC に接続するために別のケーブルも使用しているため、ケーブルの問題でもありません。シフター内のリボンケーブルが曲がって回路を切断しています。底部に4本のネジがあるので、これを外してトッププレートを外します。次に、銀色のネジ4本で USB ポートのエンドプレートを外します。エンドプレートを外す前に、底部の細いケーブルを慎重に外してください。これでリボンケーブルにアクセスできるようになります。これを実行した後、問題を確実に解決するにはどうすればいいでしょうか？ケーブルを何らかの方法で固定する必要がありますか？ケーブルがピン接続部で断線していないことを確認し、
その部分を接着して曲がりを防ぎます。ケーブルを反転させて、反対側に張力を移動させることもできます。またケーブルを販売店から入手した別のケーブルと交換します。これは独自に作成するよりも簡単です。裏返してみることにしました。今のところ、問題は解決したようです。助けてくれてありがとう。私のは裏返したらまた動きました。あなたのはまだ動きますか？それとも交換しなければなりませんでしたか？再び接続が切れ始めましたが、ホイールの電源を入れてギアをいくつか選択した後、1、2回だけ接続が切れました。再接続してからは、切断されることはなくなりました。ちょうどひっくり返したところ、今のところは大丈夫。もしかしたら緩んでいただけかもしれない。2日後の編集。2日間は問題なく動作していましたが、今日プレイを開始した直後に一度接続が切れました。その後は何時間も問題なく動作しました。4日後に編集。また断線し始めました。リボンケーブルをもう一度ひっくり返したら、それ以降は断線しなくなりました。保証請求をしました。6日目、シフターは正常に動作しています。18日経ちました。本当の問題は USB-B ケーブルだったようです。ケーブルが緩すぎて、激しく振ったりするとすぐに切れてしまいます。そこで、ベースに接続するコネクタの外側部分に小さなアルミテープを貼りました。この小さなテープのおかげで、ケーブルのわずかなガタつきがなくなりました。それ以来、ケーブルはしっかりしていて、ケーブルを振ってみても切れなくなりました。いい感じです。このシフターが大好きです。22日目、リボンケーブルと USB-B ケーブルの不良だとほぼ確信しています。頑固で怠け者なので、返品する代わりにもっとテストを続けます。1ヶ月経ちました。コネクタ内で動かないように、ケーブルの周りに接着剤を塗りました。少し曲がるはずなので、ロックタイトのスーパーフレックスジェルを使いました。それ以来、とても安定しています。リボンケーブルは 100% です。USB-B ケーブルもですが、こちらはすでに修理済みです。1ヶ月と8日後、完璧に動作しています。約1ヶ月と2週間後、ケーブルが切れてしまいました。このケーブルを販売しているのは世界でたった1の木だけで、しかもスウェーデンのお店です。注文しました。新しいケーブルが届きました。発送まで3日と週末だけでした。シフターも再び使えるようになりました。リボンケーブルは、私が見た限りではオリジナルと全く同じでした。送料込みでたったの60ユーロでしたわら。島菊はディスコアドのチケットに一切返信せず、壊れやすいとされているこのケーブルも販売していないので、どうも気にしていないようです。このケーブルは5セントくらいの価値しかないのに、壊れると私の機材全体が使えなくなってしまうんです。1週間以上経ちましたが、島菊のディスコアドではまだ返信がありません。スウェーデンからケーブルを注文しておいてよかったです。念のため、中国から似たようなケーブルを注文しました。5本で5ユーロです。少なくとも、これで壊れたらいつでも修理できます。この記事によると、主な原因は、シフター内部のリボンケーブルが、何らかの原因で、切断されたことによって、シフターの接続が切断される症状が多いようです。これがシフター本体です。重量もそこそこ重く、結構頑丈な作りはしてます。分解の邪魔になるため、あらかじめシフトノブは取り外し、ネジ部分にはビニールテープで養生をしています。まずは、上蓋を外すために、本体下の4本の長いネジを外します。使う工具は 3mm の六角レンチです。下の4本の長いネジが外せたら、次は側面の USB のコネクタ側の
六角ネジ4本を外します。ここも 3mm の六角レンチです。側面の六角ネジが外せたら、上蓋を少し浮かせて、90度回すと、赤い線のリボンケーブルが見えます。シフターの構造としては、この赤い線のリボンケーブルが空中配線として、シフトの前後の動きをケーブルのたわみで、力を逃がしながら導通させてる感じです。側面の蓋を外します。ここでの注意ですが、この下にかなり短く細い2ピンのケーブルがあるので、ケーブルを切らないように慎重に側面を開きます。側面を開いたら、下の2ピンのケーブルのコネクタを外し、それから上のリボンケーブルの USB 側のコネクタを外します。そしたら USB 側の側面の蓋が切り離せます。次に上のリボンケーブルの本体側のコネクタを外します。これでリボンケーブルが取り出せます。取り外したリボンケーブルはこんな感じです。このリボンケーブルが屈曲することによって、シフターの前後運動の動きを吸収しつつ、USB 側の基板から本体側の基板に、導通を維持する設計になっています。ただ、これが今回の問題になっていて、こうやって曲げてみると、明らかに曲がり方がおかしいことがわかります。これは、ケーブル内部の導線が見る限り最低でも4本。繰り返し屈曲による金属疲労で導線が折れて断線し、外側の被覆だけで配線の形を保持している状態であることがわかります。金属疲労とはどういうことかを、その辺に転がっていた針金で簡単に説明すると、こうやって針金を繰り返し屈曲することによって、金属に部分的に折れ曲がる力が蓄積することで、いつかはポキと折れる状態のことを指します。これが導線内部で起こっている現象です。どうせこのケーブルはもう使い物にならないので、端の1本の導線の折れた部分をこうやって引っ張ると、被覆が伸びてこうやって、被覆が簡単にちぎれてしまいます。断面を見てもらうとわかる通り、この時点ですでに断線していることが、わかると思います。さて、このケーブルの代わりを探しましょう。今回は、Amazon で XH コネクタ7ピンの、片端ケーブルを見つけたので、これを使います。注文して、商品到着までスキップ。ケーブルが届きました。10本もいらないけどなぁ。2本もあれば十分なんだが。まあ、スペアと思えばいいのかなぁ。わら。XH コネクタの表側には、ガイドになる突起がついています。端子の見える裏側はガイドがなく平らになっています。さて、これを2本つなぎ合わせていきます。この配線のつなぎ方としては、それぞれガイドのない裏側を表に向けた状態で、黒、青、赤、緑、白、橙、黄、橙、白、緑、赤、青、黒のようにつないでいきます。今回、自分のつなぎ方の方法としては、1、端材の線から細い線を取り出し、互いの線の上から細い線でコイル状に巻きつけて、
互いの線をくくりつけて固定する。2、くくりつけて固定した細い線の上から、ハンダ付けをして互いの線を固定。3、仕上げに熱収縮チューブを加熱収縮して、絶縁ヒックを施す。これらの方法でやっていきます。その前に、あらかじめ片方のケーブルの、それぞれの線に、熱収縮チューブを差し込んでおきます。これを入れ忘れると、ヒック絶縁ができなくなるので、忘れないように。あれ？ピンセットできつく巻きつけた分、ハンダが流れ込みにくいなぁ。そうなると、この部分をわざわざピンセットで、締め工程を入れなくても、あらかじめ細い線をコイル状に加工して、スリーブとして部品化しちゃえば、スリーブを差し込んで、そのままハンダ付けするだけで済むから、工数カットできて早くね。ということは、ここから爆速でいけそうだな。
接続ができました。これに、ホームセンターで買ってきた、内径 3mm のスパイラルチューブを巻いて、配線を保護します。スパイラルチューブを巻きました。これをシフターに組んでいきます。配線が長いので、巻きを作って長さを調節します。このように、ケーブルを輪にすることで、屈曲方向に力をかけずに、コイル状にねじる力に変えることで、配線にかかる力の分散を図ります。これでケーブルをシフター本体にしまっていきます。シフター本体にしまったら、あとはバラした逆の手順で組み立てます。完成しました。早速、動作テストをしてみます。まずは、H パターン。続いて、シーケンシャル。ちゃんと動作してます。OK ですね。これで、シフト中に、接続が切断することはなくなりました。今回は、我が、ゴンゴンチャンネル、の、ゲーム配信機材の一部でもある、レースシムのシフター、シマジック、DS8X の、修理動画をやってきました。一応、シマジックの保証は購入後1年はあるので、保証期間内の方は、保証で修理してもらいましょう。保証期間が過ぎた方は、優勝修理か、自分で修理するかのどちらかになると思います。自分で修理する場合は、参考までに、このような方法があるよという意味合いで、この動画を上げておきます。とはいえ、こんなマニアックな動画を上げてるのは、2025年10月現在、日本では、うちのチャンネルくらいなもんなのかな？わら。
最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。